GR86BRZ を買おうとしている方、ちょっと待ってください。納車後に知らなかったと後悔する人がめちゃくちゃ多いので、今回はバックカメラや ETC、ナビ、ディスプレイオーディオの選び方、気になるマイクの取り付け位置、さらに普通のドラレコからデジタルミラータイプまで全部まとめて解説します。納車後に後悔しないためにぜひ最後まで見ていってください。では早速1つ目、カーナビかディスプレイオーディオ、どっちにするか迷われてると思うので、まず簡単にそれぞれの違いを説明すると、カーナビは本体の中に地図データが入っていて、車に搭載されている全てのセンサーをフル活用できるので、電波が届かない場所、県外の山奥や地下トンネルに入っても途切れずにそのままナビが使えるのが圧倒的な強みです。音楽などのエンタメ系は本体に音楽データを取り込むか、 iPhone やスマホを Bluetooth で接続して音楽を流す感じです。一方でディスプレイオーディオは本体には地図が入っていなくて、スマホとつなげることで初めて色々とできるものになります。逆にスマホがないと本体だけでは基本的にラジオしか聞けないんですが、 iPhone やスマホを接続するとスマホの機能をほぼほぼ車のモニターで操作できるようになるスマホ前提のシステムになります。普段スマホで使っている Google マップを大画面モニターで快適に使えたり、 Apple Music や Spotify などの音楽サブスクアプリもそのまま車内で使えます。基本的にスマホに入っているアプリがそのまま車のモニターでも使えるようになると思っていただければ大丈夫です。もちろん Apple や Google が提供する最新の音声認識コマンドを使い、声だけで操作もできます。ただ最近ではカーナビでもスマホとモニターを接続する Apple CarPlay や Android Auto が使えるようになった機種が増えてきてますが、そういうカーナビを買うとなると平気で15万円ぐらいしますので、正直高すぎると僕は思ってます。そこでディスプレイオーディオであれば、一番安いのであれば国内の有名メーカーパイオニアの製品が3万円ぐらいで買えて、ハイエンドモデルになったとしても 6,7 万円ぐらいで最新のものが買えます。カーナビもディスプレイオーディオもどちらも使ってきた僕の体感で言うと、電波の届かない県外に毎日行く人、地下トンネルをずっと走る人はカーナビの方が地図案内の精度は高いので、カーナビの方がいいかなと思いますが、ディスプレイオーディオは基本的に Google マップなどの地図アプリなので、カーナビよりも案内精度は落ちますが、頻繁に地図データの更新が無料でかつ自動的に入るので、カーナビなら認識されない新しい道路もすぐに更新されて案内されるし、スマホのアプリがほぼそのまま車で使えるようになるので、例えば車内のモニターで Apple Music の好きな音楽を選んだり、ラジコというインターネットラジオが聴けるアプリを使うと、北海道にいながら大阪の FM802 を遠隔で聞くことも可能です。もちろん好きなインターネットラジオ番組も選び放題なので、車内で退屈することがまずなくなります。ただしスマホと接続が前提でバッテリーが減りやすいというデメリットは確かにあります。ただこれについては USB ケーブルで充電しながら使えますし、毎回固定するのが面倒なスマホホルダーをもう二度と使わなくてよくなるというのがかなりのメリットだと思います。結論として GR86 や BRZ に乗る方であれば、正直ディスプレイオーディオがいいですね。国産ではなく中華製の Android ディスプレイオーディオを選べば、サーキット走行で必要なラップタイマーのアプリをディスプレイオーディオ本体に入れて、外付けの GPS と接続すればサーキットのタイムをモニターに表示することもできたりと、できることがカーナビに比べて圧倒的に多いので、これから買うならディスプレイオーディオの方がいいと思います。ではその次にカーナビやディスプレイオーディオに接続するバックカメラとマイクの取り付け位置について、先ほどのカーナビとディスプレイオーディオどちらを選んだとしてもバックカメラは使用可能で、リバースにギアを入れた時に車後方の映像をモニターに表示することは可能です。86BRZ の場合、リアウィングの下にちょうどカメラ用の穴が開いているので、そこに純正のカメラを仕込めばめちゃくちゃ綺麗に取り付けが可能。ただし86の場合はトヨタ純正で売っているバックカメラを買ってしまうとフィッティングが微妙で、こんな感じで変な隙間が空いてしまうので BRZ 用のバックカメラがおすすめです。86の方でもスバルのディーラーに電話すれば普通に取り寄せて買えますし、行くのが面倒な方はネットでも買えます。取り付けはトヨタのディーラーでも大丈夫で、お近くのカーショップで持ち込んでも全然取り付けが可能ですね。 BRZ 用のバックカメラを使うと変な隙間のせいで見た目が良くなかったのが隙間がなくなり、完璧な見た目で取り付けが可能になるので、86乗りの方はぜひ BRZ のバックカメラを使ってください。ちょっとした見た目の変化なんですが、ここは大事だと思います。そして3つ目がマイクの取り付け位置について、カーナビやディスプレイオーディオを取り付けると絶対にマイクがついてきて、ほとんどの人がハンドルの上に両面テープで装着されると思うんですけど、なんか見た目ダサいですよね。そこで僕が GR86 を買った時に電装の取り付けをお願いした名古屋にある電装のプロショップ、
グロスバルドさんではハンドルの上に両面テープで固定でなく、まさかのこの天井のアイサイトのカバーを少し加工してマイクをこのメッシュのカバーの内側に入れ込むことで、外からは完全にマイクが見えないように取り付けていただきました。メッシュになっているため通話やボイスコマンドも全く問題なく使用できるので、これから取り付けをお願いする方はぜひこのアイサイトカバーの内側にマイクを取り付けると見た目がスッキリするのでおすすめです。そして4つ目が ETC について。 ETC って色々あると思うんですけど、正直一番安いのでいいと思います。無駄に高い ETC を買えばカーナビと連携してその場で高速料金がいくらか画面で見れて便利ですって売り方してますが、別にそこで見ずにスマホで ETC のサイトにアクセスして詳細を見ればいいだけですし、どっちみちクレカの明細届きますよね。そもそもお金払うのに高額な機械を取り付けるっていう意味がわからないので、僕は Amazon で売ってる一番安い ETC でいいと思います。そして ETC を買うと絶対に取り付けが必要なアンテナの取り付け場所について。 8B 界隈では定番なこのメーターフード、ここ実は外れるんですけど、この内側に ETC の受信機や GPS アンテナを貼り付けてしまえばダッシュボードの上がスッキリして見た目がめっちゃ良くなります。ただこの内側に貼って ETC のバーが開かないのではと心配する方がいると思うんですけども、もう86が納車されて今で3ヶ月ぐらい経ちまして、その間に高速も結構乗りましたが一度もエラーなんてものは出てないですし、ニンカラとか見てても全く問題ないので、ぜひ見た目を気にされる方はメーターフードの内側に仕込むようにしてください。音声案内も聞こえるので大丈夫です。そして ETC のカードを入れる端末をどこに貼り付けるかですが、僕的にはグローブボックスの中に仕込むと綺麗に仕上がるかなと思います。それでは最後にドラレコ。従来のドラレコにするか最近流行りのデジタルミラータイプ、どっちにするか迷っている方に普段月1でドラレコのレビュー動画を作っている僕がアドバイスをすると、86と BRZ にはデジタルミラータイプが絶対におすすめです。というのもですね、純正のルームミラーってそもそもが小さいので後ろがあまり見えないですよね。また86に乗って初めて気づいたんですが、リアワイパーがついていないので雨の日に水滴がついてしまうとめっちゃ後ろが見にくくなり、雪の日なんて最低で雪が積もってしまうと後ろの窓が完全に雪で塞がれてルームミラーの後方視界がゼロになります。また夜走ってる時なんですけど、車高が純正ですでに低いので後続車のヘッドライトがルームミラーに直接当たってめちゃくちゃ眩しくて結構不快です。それがデジタルミラーになることで後続車のヘッドライトが当たったとしても眩しいなんてことはなくなり、カメラ越しの映像をモニターで見るので後ろがハイビームだったとしても後方をそのまま把握でき、雪や雨が降っていたとしてもナンバープレートの上のところにカメラを貼り付けることで窓についた水滴や雪を気にすることなくクリアな視界の映像をそのままデジタルミラーに表示するので普段の運転がめちゃくちゃ快適になります。それプラスドラレコ機能もついているので、これからドラレコどうするか迷っている方は絶対にミラー型ドラレコがいいですね。ただ1点だけ気をつけるところがあって、現行の 86BRZ はアイサイトが標準搭載のためフロントカメラの取り付け位置が結構シビアです。取り付け可能なところはアイサイトのカメラに映らないところに取り付けることが推奨されているので、ルームミラーの裏側に貼り付けるのがいいと思います。ただドラレコのカメラが大きすぎるとルームミラー裏に貼れないため、アイサイトカメラの範囲外のこういうところに貼り付けになりますが、運転席側ならワイパーが通るので水滴を拭けて問題ないですが、助手席側に貼り付けになるとワイパーが通らないため水滴がついて雨の日に綺麗に撮影できなくなります。それを気にして運転席側の上に貼り付けると運転している時に視界の邪魔になるので、極力フロントカメラは小さいのにしてルームミラー裏に貼り付けるのがベストだと思います。はい、ということで今回は GR86BRZ を買う前に知っておきたいポイント5つを紹介してきました。おさらいすると、まず1つ目がナビかディスプレイオーディオか。これは基本的にディスプレイオーディオで十分だと思います。2つ目がバックカメラ。86乗りの方はトヨタ純正ではなく必ず BRZ の純正カメラを使ってください。3つ目がマイクの取り付け位置。ハンドル上にテープで固定じゃなくてアイサイトカバーの内側に隠して取り付けるのがベストです。4つ目は ETC。 高いのを買う必要は全くないので一番安いので OK で、アンテナはメーターフードの内側に仕込むと見た目がすっきりします。5つ目がドラレコ。 86BRZ には絶対にデジタルミラータイプがおすすめで、フロントカメラは小さいのを選んでルームミラーの裏側に貼り付けるのがベストです。僕がおすすめするドラレコやディスプレイオーディオ、スバル純正のバックカメラの情報、アイサイトのカバーを加工してくれる名古屋のデンソーのプロショップや全国の持ち込み取り付け OK なお店の情報は概要欄にまとめておくのでぜひ参考にしてみてください。この動画が参考になったという方は高評価とコメントいただけると動画作成のモチベーション上がるのでよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画で最後までご視聴いただきありがとうございました。